はい、こんにちは、岩根です。今日はですね、このブレンダーを使いまして、煽り、俯瞰、あるいは、カメラのレンズ、広角レンズと望遠レンズの違いっていうものを説明していきたいと思います。このチャンネルでは、お絵描きやアニメーション作りに役立つ情報を日々発信していきたいと思っておりますので、興味をお持ちになった方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。まずですね、煽りと俯瞰の話からいきたいと思います。同じサイズのこれ岩猫ロボを3体配置しております。同一平面上、こちら見てわかる通り、同一平面上に同じものを3体で、こちらこのオレンジ色になっているもの、これがカメラですね。この下のグレーのところ、これが無限の地平線だと思ってください。一般的にはアイレベルなんていう言い方をされるかもしれないですけども、でそのアイレベルのところに今だいたいおおむねこうベルトのあたりが来てるかと思うんですけども、これが何を表しているかというと、こちらカメラのここです。通常のアナログカメラで言えばフィルムがあるところ、デジタルカメラで言えばセンサーがあるところがここだと思ってください。これがこの地面、無限の地面に対してこのベルトの位置を通ってるっていうことを表すのがここなんです。カメラの高さのところに地平線っていうのは来るようにできてます。理論上はね。実際には地球が丸かったり地面がデコボコしてるんで、こううまくはいかないわけなんですけど、理論上で言えばカメラの高さ、このフィルムの高さのところにあるものがこの地平線上に並ぶ。だから同じ大きさのものが並んでた場合、同じ位置に地平線が必ず来るっていう風になると思ってください。なので例えばこの3つが同じサイズだとして、1つだけこれ肩のあたりに地平線があったとすると、同じサイズだとするとこいつは沈み込んでるっていう表現になります。これがもし違うサイズだとしたら小さいっていうことになるわけですけども、ここは3体とも同じサイズだとすると、こいつは地面に対して沈んでるっていう風に見えます。次に煽りと俯瞰の話をしたいと思います。でこれ見たら分かる通り、現状カメラの向きっていうのは地面と平行になってるので、これは煽りでも俯瞰でもないです。でこっから煽ってみましょう。ちなみに煽るっていうのはカメラの角度を上に上げるっていうことです。こういうことです。何も映ってないですけども、これが煽りですね、いわゆる。で逆に俯瞰、今度ずーっと下げていきます。下げて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 、何も映らなくなりますけど、これが俯瞰っていうことになるわけです。でこの煽りから俯瞰に変わるとき見ていただくと、地平線と岩猫のベルトの位置変わってないでしょ。煽りになろうと俯瞰になろうと、地平線とその対象物のどこを通ってるかっていう位置関係は一切変化がありません。でなぜそれの変化がないかっていうとですね、よいしょ、このカメラの位置、高さですね、このフィルムの高さの位置、ここが一切変わってないからです。こうですね。どういうふうにカメラを動かしてもこのフィルムの位置が変わってないので、地平線とベルトの位置関係は一切変わりがありません。で先ほど煽り俯瞰やりましたけど、もう一度いきましょう。煽りずーっと煽っていった場合、対象物が映らなくなってしまうんで、通常は動かします。カメラの位置を低い位置に持ってきます。で今回ね、地面設定してないんで、こういうふうにここまで持っていくことができますけども、この地面の下まで潜らしてますけども、大体において煽りのカメラアングルを撮る場合、カメラの位置は低くなりがちです。
で逆に俯瞰の場合は往々にしてカメラの位置は高い位置に来ることになります。そうしないと地平線っていうかこういうところにいる物体を捉えることができないので、本来はこのカメラの高さとカメラの角度っていうのは全然別の話なんですけど、大体の場合カメラが下を向くときにはカメラの位置は高いですし、カメラが上を向くときにはカメラの位置が低くなりがちですね。でカメラの位置元に戻します。で今度は、カメラの角度、これですね。この角度を変えずにカメラの高さだけを変えてみたいと思います。カメラの位置を高くします。こういうふうに。今度低くします。こういうふうに。何が変わったか分かりますか？この3体の見え方が変わったということと、地平線と岩猫ロボの通ってる位置が今なんてこう膝のあたりに来ているわけですけども、この位置関係が変わってます。でなぜ変わったかというと、先ほど説明した通り、あくまでも地平線とキャラクターのどこを通ってるかっていうのはこのカメラの高さに由来するわけなんで、それが動くということはこういうふうにキャラクターのどこを地平線が通るかっていうことが変わるっていうことになります。その一方で地平線の位置、この位置ですね、このグレーの位置、ここに注目してください。カメラの高さを上にしようと下にしようと、ここは一切動いてないっていうことを確認してください。この画面上における地平線の高さ、これはカメラの角度にのみ由来します。こういうふうにカメラの高さには一切関係ないので、角度が変わらない限りカメラを上に据えようが下に据えようが、地平線の位置は見かけ上変わらないです。ただ地平線とキャラクターの位置関係が変わるのみです。ただそれでも地平線のところに同じ高さのもの、今回でいうと岩猫ですねは常に同じところを通ってるっていうことはわかるかと思います。手前の岩猫の膝のところに地平線があれば、後ろの岩猫の膝のところに地平線がある。これは一切変わらないです。これはこうやって、カメラの傾けようと何しようとそれは変わりません。これが煽りと俯瞰とカメラの位置についての説明ということになります。では続いてですね、望遠レンズ、広角レンズっていう説明をしたいと思います。今岩猫のおおむね上から下までが画面の上下塞ぐぐらいのサイズに今設定してあります。でこちらカメラのミリ数が現在35ミリ、だいたい標準的なのは35ミリから50ミリぐらいが通常のレンズっていうふうに言われています。でこれ広角レンズにしてみましょう。この35のとこヒューッとこういじるとどんどん遠くに行ってるように見えるでしょ。遠くに行ってるように見えるんですけど、実は変わってないわけです。位置関係はね。ここの映る角度が広がってるので、結果的に岩猫が小さく見えてるっていうことです。35ミリに戻します。35ミリだとここの黄色いとこね、これが画面の上下だと思ってください。なので今一番手前の岩猫の上から下までがおおむね隠れるぐらいですよね。でこれを焦点距離をずーっと広角にしていって、現在14ミリ14ミリぐらいになるとこれが映る範囲です。そっからこういうふうに線が伸びることになりますんで、結果的に画面の中に占める岩猫のサイズっていうのは小さくなってしまうっていうことです。で逆にこれ伸ばしていきます。35ミリからもっと伸ばしてもっと伸ばして、例えば100ミリぐらいにしてみましょう。これね、今これ100ミリです。そうするとこれが
映る画面のサイズですね。でその映る画面のサイズの角度がこれで、だいたいこの首のあたりから股のあたりまでが入ってることになってますんで、画面の見てもそういう風になってます。これがいわゆる望遠レンズっていうことです。で望遠レンズからずっと広角にしていった時に注目していただきたいのが、この3体もしくは地面との位置関係が全く変わってないということです。よく望遠レンズの圧縮効果っていう言葉聞いたことあるかもしれないんですけども、カメラの位置、ここですね、カメラの位置と対象物の位置関係が変わらずに、単純にカメラのミリ数、映る範囲が変わるだけ、要するにトリミングが違うだけです。ここに何ら圧縮効果も何もないです。こういうことですね。ではミリ数の違いがトリミングだとすると、じゃあ圧縮効果ってどういうことなの、錯覚なのって言われると、必ずしも錯覚ではないっていう話を今からしたいと思います。現在これ 35mm です。35mm 標準レンズ、これをさっきと同じ 100mm にします。こうですね。でそうすると、さっき言ったみたいに岩猫の顔の下半分は映ってないな、顔の下の方と体しか映ってないです。でこれだとまずいっていうことで、じゃあこの左側のこのカメラの位置を動かすわけです。ずーっと動かして、こういうふうに動かしていきますね。こうやって動かしていって、だいたいさっきと同じで、岩猫が上下を塞ぐぐらい、こういう感じですね。でそうするとほら、これで最初に説明した 35mm の画像と手前の岩猫に関してはほぼ同じサイズになったはずなんですけど、さっきまで全部が映っていた後ろの岩猫がもう3分の1ぐらい画面の外に外れていってます。これが見え方が変わるっていうのはこういうことなんです。さっきとは違う、何が違うかっていうと、これを上から見てみましょう。こうですね。本来はこれぐらいの距離感があったわけなんですけども、それが 35mm になることによって、手前の岩猫が大きく、後ろの岩猫が小さく、ちゃんと3体とも入っていたんですけども、現在この手前の岩猫と後ろの岩猫のサイズの差がほとんどなくなってきてます。なので、ここと手前の岩猫と奥の岩猫の間に圧縮効果が発生していると。だから見え方が変わってしまってるわけです。で逆に今度またやってみますね。この焦点距離を 15mm ぐらいにしてしまいます。で手前の岩猫に合うようにまた位置ずらしていきます。こういう感じです。さっきと大きさが違うでしょ。ミリ数、いわゆる広角になるとこれぐらい2つのものの間に、大小差、大きさの見かけ上の大きさの差が生じるわけです。でそれが 100mm になるとこういう感じ。これが望遠の圧縮効果っていうやつなんですね。手前の岩猫と後ろの岩猫の大きさの差がなくなって圧縮されてると実感的に感じるわけです。別にレンズそのものに圧縮するっていう能力があるわけじゃなくって、なぜ圧縮しているように見えるかっていうと、こちらで見た通りカメラを持ってる人が対象物との位置関係を変えてしまってるからです。なのでここが変わらない限り、厳密に言えば望遠であろうと極端に言えば魚眼であろうと、画面が圧縮されるということはないっていうこと
知った上でアニメーションであったりイラストであったりっていう場合にはデフォルメして、効果的に使っていっていただければ、よりいいレイアウトが取れるんじゃないかなというふうに感じています。ということで、なかなかね、分かりづらいんですけども、こういうね、3D ソフトを使うことで、多少分かりやすく説明できたんではないかなと思っておりますんで、まだ、もしこれでも、ちょっと分からないところがあれば、ちょっとコメント欄に書いていただければ、またその分補強した動画を作りたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。このチャンネルでは、お絵描きやアニメ制作に役立つ情報を発信してますので、興味を持っていただけた方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。